皆様こんにちは。株式会社バンダイナムコスタジオのアートディレクター菅野正人と申します。イカロス出版、J ビング編集部の白石です。軍事ジャーナリスト竹内治です。そうですね、モルガン割と好きな飛行機ではあるんですけれども、市場は抜きで判定をしたいと思います。ではまずかなり見た目が真っ白に赤い翼、そして機体の上に大きな兵器を載せているっていうかなり特徴的な外観をしてますけれども、これどういう機体なんでしょうか？そうですね、ADF-X01 モルガンはですね、ある国の次期主力戦闘機の、開発計画のうち、いわゆるマルチロールファイター、戦闘機のうち、対空対地攻撃能力、全て持った、マルチロールファイターっていうものの、最新戦闘機を作ろうという計画で作られたものです。名前に ADF-X ってついてますけど、試験機という。そうですね。でこの機体そのものは、白と黒がベースの、試験機カラーだったんですけれども、エースコンバット0の物語の中で片羽の妖精と呼ばれる、キャラクターが出てくるんですけれども、翼が一つ欠けていたとしてもその戦闘機が帰ってきたっていう、逸話がありまして、そういったものが、キャラクター性としてありましたので、このモルガンにも最終的に、登場する機体として、デザインされたという経緯があります。菅野さん、この機体試験機っていうことですけれども、はい、どのようにしてゲームとしてこれは試験機だよというのをデザインに反映したんでしょうか？この機体はですね ATF-01、この企画の、第2回目で説明させていただきましたファルケンの機体の、ルーツになる機体になります。で機体自体は、ファルケンの15年ほど前に遡った、第4世代戦闘機の要素を取り入れましたデザイン、これを目指しました。でまた小型化がですね進んでいない大型兵器とか、それらを無理やり積むためのアタッチメント、あとはちょっとこれはお分かりになるかどうかわからないですけども、戦闘機のステルス効果を、達成するために機体の下の方の面だけ、斜めのカットになされていて、それ以外が、通常の第4世代戦闘機に見られるような、丸っこい機体になってたりします。こういった、いろいろな思惑、いろいろな技術開発が、この機体にまとめ上げられているような、そういった、過渡期の要素っていうのを、デザインの骨子にしていました。それが実験的な印象につながればいいなと思っています。竹内さん、試験機というのは量産機を作る上でどうして必要になるんでしょうか？この先はコンピューターシミュレーションを対応していくので、多分それほど試験機に頼る依存度っていうのは高くないと思うんですが、当時の、考え方でいうと、まず設計をして、でその風洞実験とかをした後に、じゃあ実際に飛ばしてこれ当社の目論見通りのものになっているのかっていうのをまず実証しなきゃいけない。でかつもしかすると自分たちの設計、ステルス性であるとか、ちょっとオーバースペックなんじゃないかとか、もっといいアイデアが見つかったりとかする可能性もあるので、量産機ではそこにベースにして手直しをした上で作っていくという形は一般的には取られてますね。試験機って実際1機しかないわけじゃなくて、何機もあったりするので、そういう形でじゃあ最もその国の空軍とか海軍の使う飛行機の塗装に一番フィットするものを実際に飛ばして調べるっていうのも、試験機の一つの仕事なのかな。あとはもう一つ実際にじゃあどういうふうに飛んでるかっていうのを、一緒に何か他の飛行機がチェイサーっていうんですけどくっついていって、後ろからその情報データ取ったりするので、なるべく目立つとその方がいいっていう、よく俗に言う連邦の白いやつとかもあれも試験機じゃないですか。なるほど。だからおそらくその概念で言うと、これのこの塗装っていうのをなるほどなっていうのはすごくありますね。戦闘機って普通兵器は機体の胴体の下につけるものですけれども、なぜあえて上につけようと思ったんでしょうか？はい、こちらはですね、確かにおっしゃる通り、実際には大型航空機に搭載されるような
レーザー兵器なんていうのはとても大きなモジュールになると思いますので、戦闘機に取り付けようと思うとそれらのスペースがまずないっていうことと、あとエスコンバットゼロの最終局面でライバル機がこの機体に乗る際にレーザーの照射方向が前方向正面以外のどの方向も向けられるっていう機能がゲーム的に欲しいという、ゲームデザイナーからのオーダーがあったので、機体の仮面だとそういった自由度が保てなかったので、背中に、こういったレーザーモジュールを取り付けるっていうやり方にしました。武さん、それではこのモルガン、いいところと悪いところを教えてください。これ実験機っていう位置づけになるとものすごくいい飛行機というか、実用機は結構レーザー内蔵されてるわけじゃないですか、はい、ただそれをじゃあこの当時の技術できなかったから、じゃあとりあえず上に置いてみましょうと。でそうやって実用化させていこうっていうコンセプト自体はすごくいいなと思います、これほどの大型レーザーを正直その機体の背面というか、後部の背面に乗せると相当運動性とか悪くなっちゃうんだろうなっていうのは思いますね。重心とか空気抵抗とかかなり変わると思います、これかなり空気抵抗でかいと思いますよ。ただそこはおそらくコンピューターのサポートであったり、あとはもう乗ってるパイロットのこれですよね。腕前でカバーできるっていう。あとはこのレーザーっていうすごくその精神的な兵器、しかもビュンビュン動くレーザーっていうところがあるので、ライバル役としては申し分ないなっていうのは思いますね。はい。では竹内さん、モルガンはありかなしか判定よろしくお願いいたします。このままではないかなっていう。ただレーザー自体はもう要は現実に、はい、こんな大出力じゃないですけど、はい、戦闘機に積むっていうアイデアはありますし、はい、その部分のアイデアに関して言うと、そう遠くない時期に実用化されてる部分もあると、ただこの形状で実用化されるかっていうと、はい、ちょっと難しいかなっていう。菅野さんいかがでしたでしょうか。はい、軍事評論家専門家の方々に、この機体を、見ていただいて、大きな違和感とあと機体のデザインに対する評価いただきまして、デザイナー冥利に尽きる気持ちになりました、はい、でまたこの機体自体はですね、ライバルキャラクターと一緒に、イメージを持たれている方も多くて、未だに、人気の機体です。今回のお話が、この機体を好きでいらっしゃる方々のイメージを膨らませる材料になれば幸いだなと思いました。菅野さん、2回×が続いてしまいましたが、次回はどんな戦闘機が出てくるんでしょうか。そうですね、だいぶ、この前の機体、けれんみたっぷりな機体だったので、致して方ないかなと思うんですけれども、次回、登場する CFA44 のスピラトゥに関しては、ご評価いただけるんじゃないかなと期待しています。本日のお話、皆さんどう受け止めたでしょうか。次回はですね CFA44 のスペラトゥについてお話を伺いたいと思います。本日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。